タロン9インチ投げたらバスがどっからともなく湧いてきて取り合いして、もう自分自身も何が起きてるかわからんくて。ビッグベイシーバスっていう国の中では、まあ、年々シーバスが擦れてきてるなっていうのはあると思う。アングラも増えてきてるんで、まあ、当然魚は擦れるだろう。これですよね。ですよね。これ、重要なのがこれなんです。しなやかさ。もっともっと中毒者が増えてほしいですね。ですね。はい。あ、奥田さんヒット。東京湾はね、まあこれビッグベイとシーバスに限っての話なんですけど、まあ、他の釣りすればまた違うジャッジの仕方があると思うんだけど、まあここ最近の東京湾ビッグベイシーバスっていう国の中では、まあ年々シーバスが擦れてきてるなっていうのはあると思う。やっぱりボートも増えて、でそこでこうアプローチするビッグベイとジャイアントベイトね、アングラーも増えてきてるんで、まあ、当然魚は擦れるだろうと。胸の入り始めがやっぱりシーズンいつもバカって爆発してどんどん収束していくでしょ。で僕らが今回やったタイミングも多分そのこう落ちた一番底辺ぐらいのタイミングだと思うんですよね。中でもやっぱり、まあ、僕も鬼怒川さんもそうなんですけど、山陰のプールはもうプールの中でもう本当に全国の猛者が集まってありとあらゆるルアー、ありとあらゆるテクニックを駆使して散々仕込まれてるんで、そこを考えると東京湾ってまだまだね、余白があるっていうか、やりがいがあるっていうか、でもさ、魚がすごいそれに応えてくれるんで、食う子ない別として、こっちのモチベーションも上がるし、もうじゃあ次これとか言って常にやれるんで。なんか楽しいよね。楽しいですね。めちゃくちゃ、なんかゲームしてるっていう感じがあって。鬼怒川さんが言う確かにもっと持ってくりゃよかったって、僕は飛行機で来るんでいつもすごい狭いレギュレーションで絞って持ってくるんですけど、僕もいつも思うもん、あれもあったらいいな、これもあったらいいなって、あの場所はね、本当にそれぐらい多分ね、間口広いよね。突破口がまだまだすごくあると思うね。なんて言ったらいいのかな、チャンスは多いでしょ。でもチャンス多いですね。チェイスっていうか、魚がこうルアーに興味を示してくる、まあ、チェイスっていわゆる呼ぶ部分のところなんですけど、その回数はやっぱり山陰と比べたら倍じゃ効かないですよね。もっとあるよね。圧倒的ですね。だからそのこうチェイスを見ながらいかにこうね、その今の傾向、魚の思考を読み解いてそこにルアーを当てはめれるか、多分それができるアングラーさんはすげえ釣ってるんだろうなっていう印象は本当思いましたね。これがその以前のね、昔のこの城のボールに乗ってでかいルアーをドーン放り込んでバシャンよっしゃーっていう釣りが今だんだんなくなってきてて、でも逆にこういう新しいその攻略するっていう楽しさが今の東京湾のスタイルに徐々になりつつあるんかなと。僕はね、もうとりあえずこの城がいてほしいなっていう体で、まあ、今回来たんですけど、たまたま運が良くて今回はこの城のボールが大量に入ってるいいエリアが岡さんが見つけてくれて、まあ、それと同時にもうやっぱりマッチ・ザ・ベイトかなっていう、このサイズだったでしょ。背中に背びれにスレでかかってきたこの城がこれと同じシルエットサイズ感なのね。なのでもうせっかくこの城が入ってるタイミングなんで、そのままマッチ・ザ・ベイトで押し切った方がバイト数は絶対増えるし、で地合いって東京湾ってすごく短くて、それをまあちょうどリンクすればガチッと食ってくれるかなっていうところで、まあ、マッチ・ザ・ベイトで
まずメインで組んできました。アクションはね、もうグライド、いわゆる僕のワンピッチって呼んでるんですけど、トゥントゥントゥンのこれを速度変えたりレンジ変えたり、あとこのトゥンの折り返しの間のこの時間を短くしたり長くしたりと、この調整で全て補ったって感じかな。でもこれはもう今回は確実に正解のパターンかなっていうところで、はい、僕はその奥田さんの言われてた一瞬の地合いっていうのがまだ読み切れてない状況で、基本渋いだろうという想定で切ってたんで、普段山陰でやってるニュートラルな魚を叩き起こす、そういうアプローチでちょっと水押しが強かったりパンチ力のあるルアーをメインに組み立てて開始しました。でもやっぱりね、その変色っていうのをすごい実感して、でパンチあるルアーで水を叩けば上がってくるだろうって思っててんけど、なかなか上がってくるけど距離はつまらん。でチェイスはあるけど、チェイスは結構やっぱ水叩くと出てくるんだけど、最後のワンダッシュが決まらん、口に当てられない。で奥田さんはね、やっぱり水切り系でコンスタントに魚当てられてたんで、その違いがどうなんかなっていうのをずっといろんなルアーとか引っかえアプローチしながら考えて、で最終的に行き着いたのは水切りですね。水切りのあとスピードと間合い、強弱というか変化ですよね。変化ですよね。あれすごいスイッチ入りましたね。あそこをうまく使うと、ここだけで終わるやつがこう来てくるですね。最後の一漕ぎが、最後の一回焦がすトリガーがそこに今回あったかなと。スイムベイト、日本ではいろんな言い方があって、ビッグベイトとかスイムベイトとかジャイアントベイトとかって、本国のアメリカは一括りでスイムベイトなんですよね。そこにあってソフトとかハードとかグライドとかっていう3価で分かれるんですけど、一括りにスイムベイトっていうのが一番言いやすくて、でそのスイムベイトってやっぱりね、衣川さんもそうだと思うんですけど、僕も日本で多分一番初期でスインベイト投げた時代の人間なんで、あの当時の日本の、ブラックバスですよ、すごかったんです。もう全ての魚が全て出てきて、大げさに言えば全て食うっていう、だからそれがやっぱりルアーパワーかなっていうのがあって、そのルアーパワーっていうのはやっぱり食う食わないは別としていまだに健在だと思うんですよ。よく僕が言うサーチ&バイトでサーチできればいいや、その後の展開につながるんでっていう、そのサーチがやっぱりルアーパワーで魚を上げてくれるっていう、これがねやっぱり世界中にあるルアーのカテゴリーの中でスイムベイトっていうのは一番強いルアーのジャンルのルアーの一つかなと思ってます。本当まさに奥田さんの言われてる通りで、本当今までなかったものですもんね。あの当時からこの2人はいまだに抜けきれずに、抜ける気もなくて気持ちよすぎて、でそれとともないここ最近っていうか5、6年前からそうなんですけど、ルアーの進化っていうスインベイトの進化がどんどん進んできて、今いろんなジャンルができて、それについていくためにやっぱりコントロールするためのこっちの技術もどんどん上げていかないとダメだし、タックルも進化しないとダメだしっていうのが今はすごくうまくいってるので、まだまだ無限の可能性がある。とにかく難しいよね。難しいです。一つ動かすにしても、こいつの個性をラジコンみたいなものです。マシン、こいつの個性を掴んで自分なりにコントロールできるまでに時間かかりますよね。練習がいるっていう、このルアーを乗りこなす楽しさっていうのもありますよね。だってさ、こういうのってもう
こうやってるだけで楽しい。楽しいです。ドゥインドゥイン、ああこの余韻が好きだなとかさ、そういうのがねもう中毒なんですよ。今までこうルアー釣りって言ったら基本投げて巻くとか、投げて引きずるとか、せいぜい止めたりとか、そういうアプローチが主流だったところにこう操作するっていう、ルアーを操作する、操るっていう概念がこのスイムベイトによって持ち込まれて、やっぱ一気にこう釣りの幅が広がって楽しさも増えて、で気づけばもうどっぷりハマってしまって。でね、日本の釣り人に合うと思う。日本人って考え方が僕は結構雑でズボラな派なんですけど、そんな俺ですらこうなんかこんな繊細にウェイトシール貼ってみたりとか、海外の人ってやらないですけど、シンキングかフローティングかだけなんで、それを日本のアンガーってやっぱりすごく細かくパーツ使ってたんで、そうするともっとルアーの動きだのこうキレとか変わったりするんですよ。だからそれ含めると本当に、これでいいやっていう部分が見つからなくなってくるっていうかさ、でなんかやりたいことがこれもうちょっとこうしたらいいなって言ったら他のルアーが現れてついつい手が伸びてまたそれも練習してっていうサイクルですよね。同じルアーでもやっぱりアングラーさんによって動きが全然違ったりとかで、そういうのを見るのもすごい楽しいし勉強になるし、やればやるほど抜けられなくなるっていう理由はそういうところにも隠されてるんかなと。でちゃんと魚も答えてくれるしね、やっぱりうまくいけば。結構衣川さんとは山陰で何回も釣りしたこともあるし、今回もそうだけど、僕の釣りと衣川さんの釣りで僕いつも見て思うのが優しいなと思うんです。そうですか。俺よく言うでしょ、優しいなってなんか扱い方がめっちゃ優しい。俺はなんかもうガンガンいく派なんで、おりゃおりゃって感じのおりゃおりゃっていう優しいんですよ。でも同じように釣果が出るっていうのはやっぱりどちらにも反応する魚がいるっていうね。そうですよね。そうだから幅広いんですよ。衣川さん本当優しいものなんか。そうですかね。そう今回も思った、パッと見てやっぱり相変わらず優しいなって。僕思ってるのはなんかルアーがこう泳ぎたいように泳がしてやることかなっていうのもあって、人間はもちろん泳ぐきっかけを与えたらなあかんけど、ルアーは絶対こう泳ぎたいと思ってるはずやから、それを邪魔せんように泳がしてやるっていうのは心がけてるところかなと思いますね。なんとなく思うんです見てて、なんていうんですか、トゥワーンっていうのをよく使うよね。使います。トゥワーンっていうのなんかおやーんっていうのをよく使うんです。この場合はそれができないもんで、おりゃ帰ってこいバーンってどっちかってこっちがガンガンっていく。合間にこうシュンシュンって水切っといて、最後のフワンね使うよね。で止まるか止まらんかぐらいの時にバーンと押さえ込ませるとか。僕はそこが待ちきれないんです。だから面白い本当に。きっかけっていうのはやっぱり本当にもう何十年前かに日本にやっぱりキャスティークとタロンっていうのが入ってきた時に、当時のトラウトベイトって呼ばれてるやつですよね。あれを野池で使ってからです。爆発的に釣ったの。だからバイブレーション投げてるスピナーベイト投げてるその人がいようが先行者全く問題なく後からボコボコ釣れるんで、そっからですよ。僕も同じような感じで、誰もが知ってる取水塔のみんなが知ってる名前のついてるようなバス、もう絶対難攻不落で、僕もキャスティングやったんですよ、12インチ。何気にドボーンって掘り込んだらそいつらが力いっぱい声で出てきてキャスティングひったくっていって、それはかからんかったんやけど、もうなんか自分自身でパニックを起こしてもって今何が起きたんやみたいになって。あの時のインパクトエグかったですよね。すごい、本当に何もないこう水深こう20メートルぐらいのリザーバーの
オイルフェンスからかなりもうはるか離れたど真ん中にタロン9インチ投げたらバスがどっからともなく湧いてきて取り合いして。すごかった、すごかった。もう自分自身も何が起きてるかわからんくて。今はないですよ、そんなの。ないない。もうボート屋のおっちゃんにもやってきて止まるんで、ね、お前釣る気あるんか、なんやそれみたいに言われたけど、もう、あの時のインパクトすごかったですね。すごい。そっからもう買いあさって、あらゆるものを買いあさって、で日本もそういうブームが来て入手しやすくなって、さらに買いあさって。今アメリカでもインディーズルアーが今ここに来てめちゃくちゃ増えてるもんね。やっぱ本場ですらまだいまだにね、新しいのがどんどん出てくるし、第何世代かわからないけど、どんどん出てきてる。まあそれぐらいやっぱり世界的にカテゴリーとしてね、根付いたっていうか、スイムベイトっていう、今ねヨーロッパにも波及して、狙う魚は、まあ、ヨーロッパはパイクが主体になると思うし、アメリカはストライパーであったりラージマウスバスであったり、レッドフィッシュであったりとかあるけど、まあ、日本はブラックバス、シーバス、まあ、伊東とかアカメっていうのもあるけど、まあ本当にその多魚種ですごくカテゴリーとして一つ築かれたっていうところだよね、スイムベイト。そうですね。もう一つの魚種にしか効かないっていうんであったら、ね、多分僕たちもやってなかっただろうし、やっぱこのルアーの可能性を持って他の魚種に挑めばちゃんと応えてくれるし、その魚たちも引っ張ってくる力もあるっていうのを知ってしまったんで、ますますはまっていく。多分ね、縄張り性を持つ魚と、あと魚を食う魚なら、スイムウェイドは全部釣れると思う。あとはもう今ね、カテゴリーもすごい増えて、ルアーのタイプも増えて、もうスイムベイトでこう釣りが組み立てられるようになりましたもんね。それもでかいですよね。まあスイムベイト、今や本当にカテゴリーとして一つ巨大なねジャンルとして定着して。でそんな中でタックルの一つとしてギアの一つとしてラインっていうのがあるんですけど、まあ僕と衣川さんは昔から SMP バリバスさんの P ライン使ってると思うんですけど、今回まあ衣川さんこれスイムベイト PSMP ね作るにあたっていろいろな思いがあって作ったと思うんですけど、まあどんなところを。そうですね、まあ、もちろんねこの釣り始まった当初はモノフィラでやってたんですけど、僕比較的早い段階から P ラインっていうのにその特性に着目していろいろ試行錯誤を繰り返していってたんですけど、やっぱね PE 使うメリットっていうのはよりこう少ない入力でルアーのポテンシャルを最大限引き出してやれる。で長時間の釣りでも身体的な負荷も軽減してくれる、であとはキャスト距離もやっぱりモノフィラー使ってた時よりも圧倒的に出ます。でやっぱねそのルアー重たいですよね。でバックラッシュ即高切れっていうとか、こう瞬間やっぱ PE って瞬間的な衝撃には弱いんで、こういう釣りってね多分他の釣りでは考えられないようなところにストレスがかかって、もう多分キャストの時は多分一番やと思うんですよね。キャストの時とフッキングの時、この時に結構こうトラブルが多発する釣りで、それをこう解決するために僕なりに考えた答えはやっぱり普遍的な扱いやすさ、いついかなるどんな時、季節であったり天候であったり時間帯であったり、どんなこう条件の中でもこう安定した変に尖った性能じゃなくて、あらゆる状況において安定した扱いやすさっていうのがこの釣りに求められる最大限のこう要素じゃないかというので、もうね多分手に取っていただいたら分かると思うんですけど、ごくごく普通の糸です。まあそうですよね。まあいい性格しとるなっていう、こう素材感というか、この
これですよね、ですよね。これ重要なのがこれなんです、しなやかさ。これがやっぱりもう今の時代本当にルアーのコントロール1個ミスるだけですぐチェイスしてきたやつが見切る時代なんで、それをきちっとコントロールできるルアーにきちっと安定した入力ができるのがこれなんですよね。木永さん特に優しいんで余計ここはすごく重要視するでしょ。そうですね。そうこれ本当に、スイムベイト PE っていうだけあってすごくアクションにつながるこの素材の柔らかさっていうか、高度をうまくいいところを取ってると思う。そうですね。それをこのバリバさんがこう僕が言うややこしい話を上手にこううまくまとめていただいて、このスイムベイトを扱うっていうことに関しては僕はもうこのラインがもうほぼ答えかなと。バリバスさんは糸作らせたらうまいですからね。お世辞抜き、いや本当に、本当に PE に限らずね、いいライン作るなと思うんですよ。お世辞じゃないですよ。いや僕もその、バリバさんとねお付き合いさせてもらう前はそれこそあらゆるこうジャンルも国産も海外も問わずあらゆるものを試してきて、あらゆるところでとんでもない失敗とかやらかして、で最終的にたどり着いたのがバリバスさんのラインでずっと愛用してたんですけど、それがねまさかこうやってお付き合いさせていただくことになって、僕も初めて木永さんと会って釣りした時にライン何使ってるのかなと思って何ですかって聞いたら「いやもう SMP ですよ」やっぱ間違いじゃねえやなと思ったもんね。いや僕も思いました。今回特にこれしなやかさもそうなんですけど、木永さん色になんかこだわったんでしょ。そうですね。このカラーリングっていうのもかなりこだわったところで、やっぱ PE、特にシーバスされる方とかは視認性をすごい重視される方おられるんですけど、比較的ねこう派手な色の糸が多いんですけど、やっぱりこの気象条件によっては派手な色ってこう例えば逆光であったり光の当たり方でラインの存在が消えてしまったりするんですよね。もう常にこう見やすい状況で釣りするわけじゃないし、例えば、今は僕ちょっとナイトやってないんですけどナイトとかだったらこう明暗の、ライトの光の当て方によっても糸の存在が出たり消えたりとか、デイだったら波風あったりさらしがあったり、そういう状況でもこう圧倒的に見えるっていうわけじゃないんですけど、どの状況でも安定して見える、ラインが見えない時はこうラインのシルエットが浮き出る、そういう形で色合わせを、あれこれこう吸ったも出しながら、今回使って思ったけど、今回も本当に晴れたり曇ったり雨が降りそうになったり、で海は鏡でシルバーになったり、黒くなったり青くなったり、あと光で反射したりっていう、すごくこう水面と空の色が変わる状況でね、この糸っていうのは糸がずっと糸の線が見えますよね。そうですね。同化されるんじゃなくて見えるっていうのがやっぱすごく良かった。使いやすいっていうか、どうしてもねスイムベイトの釣りってルアーの位置をこっちが把握してないと絶対的にダメな釣りなんで、そんな中でやっぱり一つのそこをこう辿っていく要素として糸の方向って絶対に気にしないとダメですよね。そういう点ではやっぱりこの見え方っていうのはいいなと思いましたね。あと余談ですけど、この色ね、結構どんなリールにも合うんで、かっこよさですね。かっこいいかっこよさもやっぱりね、重要ですよね。ルアーがかっこいいんでね、タックルもその他それに付随するタックル全てもかっこよくありたいっていう。いいですねそれ。でこのパッケージもかっこいいでしょ。かっこいいですよね。いかにもスイムベイトって感じの。他になんかこだわった部分っていうのは。そうですね。あと特にこだわってるところは、ルアーの操作感にも直結してくるところなんですけど、ラインの浮力設定ですね。で最近の PE ラインってこう水なじみの良さでこう結構出てるラインもあるんですけど、要はフロールに近いような、ああいう比重設定がのライン増えてきてるんですけど、
割とねスイムベイトってこう、サーフェイスで扱う場面が結構多いんで、こう高比重のラインだとやっぱりラインが糸を引っ張ってルアーの泳ぎを妨げてしまうっていうところもあるし、根本的にラインが太いんで先にこう魚にラインを見せてしまうリスクも高い、あるね、ということで、浮きすぎず沈みすぎずということで、サーフェイスをこうどんなキャスト距離でも一定にキープできるように、常にルアー先行で泳ぐように、そういう設定を施していただきました。それによってね、もう水中水の中のラインはもうほぼ無重力状態。これあれですよね、今回東京湾で潮の変化な速度ですよね、流れの変化もこう緩慢ですごいあるんですけど、水切りめちゃくちゃいいですよね。そうですね、それは思った。影響されないっていうか、ライン引っ張られたりもしないし、こっち強く切った時でも切っとるなって感じない、スッって感じで抜けるんで、そこはねすごくいいと思う。ダメな糸はやっぱり流れに糸さらわれるし、ジュボンって切ったりもするし、それないですよね。そうですね。で、操作系はもちろんですけど、このクランキングの釣りでも、こう気づいたらラインが沈んでラインがこうたるんだ状態でこう巻いてしまっていることがあるんですけど、それやっぱ魚結構見切るんで、こうラインがこう上にあってルアーがその下を泳いで、こうリーダーに水を当てながら泳がせられるとか、一番最初に魚にルアーを目線に入れるような操作ができるような設定ですね。ちなみにね、僕これリールはほぼノーブレーキで設定してるんですけど、 SVS も全部オフにしてマグも一番弱くして、やけどこうリリースした瞬間の糸の浮き上がりの少なさ、これね本当なんか使った人にしかわからない感覚というか、本当にトラブルレスなラインになってると思いますね。めちゃめちゃ釣りがしやすい。糸が浮き上がる気配がないです。これはやっぱこのしなやかさっていうのがすごい生きてると思いますね。硬い糸だとこうはいかないですよ。あと今回そのコーティングをこうそのスイムベイトゲームに最適なコーティングバランスをこうラインに施してもらっていることで、やっぱスプールへの馴染みがめちゃめちゃいいですよね。どうしてもゆるテンションでふわっと巻いてしまいがちな釣りなんですけど、そのコーティングとこうしなやかさでしっかりこう、テンション緩くてもスプールに収まって、次のキャストもトラブルない、で特にね奥田さん結構軽いのから重いのまでこう幅広く使われてたんで、そういう釣りされる時って結構こうラインのこう巻き取りのね、トラブルっていうのが結構あるんですけど、今回どうでしたかね。これが例えばスプールとするとリールのベターってしてるんですよね。ベター、バームクーヘンみたいにベターって常にしっとりバームクーヘンでペタッとくっついてるんですよ。ダメな糸って投げてる時分かるじゃないですか。ふわーってどう膨らんでくるっていうか、このラインはそれがないんで、あれイコールやっぱりキャスタビリティも良くなるし、トラブル少ないんですよね。スプールの糸浮きってめちゃめちゃ怖いですよね。こっちの不安材料が増えるばっかりじゃないですか、いつかなるなっていうさ、その浮き感がなくて常にペタってしてるんですよ。でっかいルアー、そのスイムベイト系で飛距離が伸びないって言われてる方は多分そういうのも大きく影響してると思うんで、糸が浮くから怖いからブレーキ強めるから飛ばない、力んで投げる、糸が浮く、ブレーキ締めるのこう悪循環なんですよね。これがねラインを変えることによってスプールのね糸の収まりが良くなる、ラインの放出がスムーズになる、力まず投げれる、ブレーキを緩められる、より飛距離が出るっていう好循環につなげていくことができて、で今回僕カルコン使ってたんですけど、ブレーキ設定ね僕 SVS0、でマグも一番弱くしてもうほぼノーブレーキ状態でこういろんなルアー投げてたんですけど、全然できてしまうんですよね。実況の、映像を見てもらったら分かると思うんですけど、追い風はもちろん向かい風
でも横風食らった状態でももう常に安定したキャストを繰り出せてるっていうのはもう本当このラインのこう仕上がりのおかげ、馴染みですよね。馴染みですよね。これすごいですよね。もうやっぱり硬い糸って、まあ、ルアーとロッドのね、あとキャスティングのその人の力の入れ方のリリースポイントもあったりいろいろあって相性はあると思うんですけど、硬ければ硬いほどこうレベルワインドから出てく間に嫌がってどうしても浮いちゃうんですよね。それがまあ第一の現象なんですけど、それがこれないですよ。やっぱりこのね P ラインでこうベイトで扱う、スピニングで扱うって今まで分けて来られてなかった、どっちかといえば基本スピニングベースで、ね考えられてた意図なんですけど、やっぱりねベイトとスピニングでキャストのこう、ね、仕組みが全く違うんで、だからこのラインも本当ね、まあ、いわゆるベイト専用設計でもあるんですけど、まあ、映像では多分伝わりにくいかもしれないですけど、まあ、使ってもらえば分かりますよね、このペタ感っていうか。ですよね。本当に、だから本当人間がそのラインのこうさばきをあんまり気にせんでもよくなって、よりこうルアーの操作に集中できるように、もう手元でもこのラインに変えてから手元見ることほぼなくなったんで、こう結構リトリーブ中とかねラインの収まりたまにこうやって確認したりしながらやってたので、もう今もそれ全くなくても常にルアーの方に目線を置いて釣りに集中できてるんで、まあ、そういうのも今回の浄化にもつながった要因の一つじゃないかなとは思ってます。まあ完成度高いですよ。高いと高いですね。かっこよく言えばハイクオリティっていうの違う？いやいいと思うよ、本当に。まあ本当ね、多分扱ってもらったら触ってもらったら分かると思うんで、全然普通なんですよね。そう、もう何の違和感もなく扱える全然普通の糸なんですけど、その普通が P ライン難しいんですよね。難しいですよね。特にこういうちょっと変則的な釣りをしてる時っていうのは、いやでも俺は本当にこれだな、これがすべて本当にいいと思う。これがやっぱりスプールにもペタッとくるしね。これです。結構持ちもいいんですよね。割とねこうリールによっても結構ラインの消耗って変わってくるんですけど、レベルワインドの連動固定ベースであったりで、もう比較的こうラインの消耗って変わってくるんですけど、やっぱ持ちがこのコーティングの持ち、それいいですよね。すごい良くて、色落ちもなかなかこう今までのラインよりも断然良くなってる気がして、でまあ 100m カットなんで長さがねもう決まってるんで、僕はそのまま裏返して巻いたりとかもやりやすいし、もう海外行ったりとかもするんで、やっぱりこう使い切りっていうのは本当に楽かと思いますわ。ありがたいです、この 100m っていうのは本当に。ありそうでなかったところですね。大体長いもんね。まあ仕方ないんだけどね、P ラインは。100を作り世に送り出すバリバスさんのその心意気はやっぱりアングラー目線だなと思います。一番は僕が欲しかったです。一番は僕が欲しかったのと、スイムベーターは本当に 100m でねカチッと収まるよね。奥田さん、今後どんな釣りを考えられてますか？僕本当にスイムベイトでやってることって絹川さんもご存知ですけど多魚種なんですよね。で今となっちゃもうワールドワイドになって海外に行くし、まあ自分でいつも言ってるようにトロフィーハンターってあって、やっぱりそれぞれの狙ってる魚のトロフィーフィッシュを更新できたらいいなと思うんですよ。で今回この2020、これ今撮ってるのが2025年なんですけど、トーマンチャドも今回トロフィーフィッシュ更新できたし、まあ、クロマグロもそうだし、まあ、次なる2026年も、まあ、どれかの魚種で更新できたらいいなっていうところと、
やっぱりね、せっかくいいラインもできたし、このラインだからできるようななんかその新しいテクニックというか、ルアーも開発ありがたいことにできる人間なんで、その辺含めて、今までなかった何かを見つけ出せればいいなっていう、それは魚じゃなくてテクニックの部分なんですけど、だから常にもう狙い続けるっていうか、それはやっていきたいですね。絹川さんは？そうですね、僕はもうこのラインの登場によってきっと今までの釣りもちょっとずつ変わってくると思うんで、こうより自分の釣りの精度を上げて、もっと優しくなる、もっと優しく、もっと優しくなる、もうそのうちルアーが勝手に泳ぎ出すんじゃないかっていうぐらいの怖いねそれところまで行きたいなと思ってるのが一つと、やっぱりこの釣りってこうキャスティングのトラブルで悩まれてる方が結構やっぱ、僕の周りでも話聞くことあるんで、そういう人たちにもね、こうラインのこう選択でそういうトラブルがこう減らしていくことができるんだよっていう、こう自分がねこう今まで散々失敗してきたんで、その失敗をねこれから新しく始める人にはもうしてほしくないんで、今答えがある時代にこれからなるんで、そういうこれからエントリーされる方、この泥沼に足を踏み入れようとされている方のこう背中をぐっと押せるような活動もこのラインを通してできたらなと思ってます。もっともっと習得者が増えてほしいですね。